こんにちは、ジパング55のタカです。今私は羽田空港国際線第3ターミナルに来ております。これからフィンランドに向かい、ヘルシンキ観光とラップランド地方にある稲荷でオーロラを見たいと思います。今回の動画では、日本航空のプレミアムエコノミーでフィンランドのヘルシンキに向かう様子をお届けできたらと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に、各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。チェックインカウンターは自動になっています。以前ご紹介したエジプトに向かう際のエミレーツ航空のチェックインと一緒ですね。機械でチェックインを行い、手荷物を預けるためのラベルを印刷します。今回は JAL グローバルクラブ会員のカウンターで荷物を預けます。私の乗る便は午前7時50分発だったので、6時前には空港に到着していました。ただ荷物の預け入れは6時からだったので、時間までは待つことになります。荷物も自身で画面を操作してチェックインするスタイルでした。それではチェックイン手続きも完了したので、制限エリアに入りたいと思います。手荷物検査も混雑しておらず、スムーズに制限エリアに入れました。ちなみにこの日の空港の両替レートは1ユーロ178円でした。市内の両替所よりも3円から4円ほど高かったですね。フィンランドはクレジットカードがだいたい使えるので、現金は少し持っていれば問題ないと思います。私は100ユーロだけ現金で持っていきました。搭乗開始までJAL の桜ラウンジを利用したいと思います。私は JAL グローバルクラブ会員なので、桜ラウンジが利用できます。他にもビジネスクラス搭乗者、ワンワールドメンバー、JAL のステータス保有者などが利用できます。営業時間は午前5時30分から午前2時です。テーブルやソファー席などがありました。席数は多かったですが、利用者も多く、7時を回ったぐらいから混雑してきました。食事もしっかり用意されています。バターロールパン、クロワッサン、スクランブルエッグ、パンケーキ、フライドポテト、野菜の豆乳クリーム、ソーセージ、パスタがあります。菓子パンやマフィン、コーンスープ、トマトスープもありました。焼き魚や漬物などの和食もあるのが嬉しいですね。野菜は種類が多く、自分好みにトッピングできました。ガーリックライスや牛カルビなどがあります。JAL 名物のビーフカレーもありました。JAL ラウンジに来たら一度は試していただきたいカレーですね。らっきょうや福神漬けなどもありました。ドリンクも種類が多かったです。スパークリングワイン、白ワインなどがあります。他にもリキュール、ウイスキー、ビールなどがありました。ノンアルコールのスパークリングワイン、特製レモネードもあり、結構美味しかったです。お菓子類のおつまみもありました。紅茶も種類が多そうですね。コーヒーやジュース類も飲めるようになっていました。トマトジュース、アイスコーヒー、トニックウォーターなんかもありました。ラウンジの料理やドリンクは充実していましたね。味はどれも美味しく、クオリティが高かったと思います。机からも3種類ほど料理のオーダーが可能でした。シャワールームの予約もここから行えるようです。利用する際は、着いたらすぐに予約しないと混雑してしまいそうですね。朝ですが、がっつり食事をいただきました。機内食も出るので、こんなに食べて大丈夫か心配ですが、一旦それは忘れて食べたいと思います。席数に関しては、結構混雑していたので、少なく感じました。桜ラウンジは一つ上の階にもう一箇所ありますが、
朝7時からと営業時間が異なるので注意が必要です。それでは残りを食べて搭乗口に向かいたいと思います。搭乗口はラウンジからすぐ近くだったのでギリギリまで入れました。最初に優先搭乗を行い、JAL ダイヤモンドなどの上級会員、続いてグループ2と続きます。荷物を預ける場所で顔を登録すると自動ゲートで入れるみたいです。ただここも並んでましたし、読み取り速度が速くなかったのでそんなにスムーズさは感じませんでした。それでは飛行機に搭乗したいと思います。今回の座席はプレミアムエコノミーです。手前にはビジネスクラスがありました。こちらがプレミアムエコノミーの座席です。席には枕、毛布、スリッパ、ヘッドフォンなどが用意されています。12.1 インチのモニターもあり、大きいですね。ドリンクホルダーもあります。脇には小物入れもありました。シートポケットには雑誌や機材紹介があります。座席幅も十分あり、足が伸び伸び伸ばせますね。シート脇にも小さなポケットと充電できるコンセントがあり、これが意外に便利で助かりました。座席のライトは動かして調整できるようになっていたので便利でした。ヘッドシートも折り曲がるようになっているので、寝るときに頭がある程度固定できてよかったです。アメニティは歯ブラシ、マスク、耳栓、モイスチャーマスクなどがありました。今回の機材はボーイング777-300という機材です。ファーストクラスもある機材で、エコノミーの座席が少なく、その分プレミアムエコノミーとビジネスクラスの座席が多いです。以前ご紹介したフランクフルト路線より機材は古いですが、プレーコやビジネスクラスの座席は満席になりにくいですね。画面では映画やゲーム、オーディオなどが楽しめます。それでは出発です。今回は朝出発だったので、ほとんど昼間のフライトです。フィンランドとはマイナス6時間の時差なので、フィンランドを夜中に出発したことになります。北極圏周りなので、フライト時間は約14時間の長旅です。平時であれば、ロシア上空を通過できるので、9時間ほどで移動が可能でした。離陸から1時間ほどで、ドリンクとおつまみをいただきました。ドリンクはアルコールからソフトドリンクまで幅広く用意されています。機内食は2回、間食が1回提供されます。離陸から1時間30分ほどで1回目の機内食が提供されました。私はメインが鶏の照り焼きを注文しました。食材の説明書きもあり、分かりやすかったですね。メインの他にサラダ、スパニッシュオムレツ、春雨サラダ、お味噌汁が提供されました。ちなみにハンバーグはこんな感じです。ドリンクはハイボールをいただきました。機内食はどれも美味しかったですね。照り焼きソースとご飯がよく合っていました。ラウンジで結構食べたのにペロッと食べれてしまいましたね。日本航空は食事にお味噌汁も提供してくれるので嬉しいポイントです。食後はハーゲンダッツのいちごのミルクプディング味も提供してくれました。食事途中での提供でしたが、食べる頃にはちょうど良い感じに溶けていました。食事が終わると機内は暗くなり、消灯の時間です。間食の時間までは暗かったです。トイレの前もカーテンで区切られており、並んでいるのが見えないようになっていました。トイレが混んでいると前の座席の人の前で待つことがあり、少し気まずいですよね。そんな気まずさを解消してくれる嬉しい配慮です。ギャレーの前にはお菓子や軽食のパン、ドリンクが置いてあり、
いつでも飲めるようになっていました。こちらの写真は帰りの便のギャレーですが、内容は若干違うものの、行きもこんな感じでした。とりあえず、おっとっとピザ味とビスケットを持ってきました。プレミアムエコノミーが楽なのは、前の座席が倒れてこないことです。エコノミーだとどうしても前の座席が倒れてきて窮屈になってしまいますもんね。後ろの人に気を使い、あまり倒せなかったりするので、気にせず倒せるのが嬉しいですね。それではお菓子を食べながら映画を見て過ごしたいと思います。しばらくすると機内が明るくなり、軽食が配られました。軽食はリンゴのブリオッシュです。一緒に、うどんですかのインスタントうどんを配っていたのでお願いしました。うどんはお湯を入れて、持ってきてくれました。小腹が空いたタイミングで提供してくれるのも嬉しいですね。軽食が終わるとまた電気が暗くなりました。残り数時間程度なので、ゆっくり休みながら待ちたいと思います。着陸の2時間ほど前に、だんだん機内が明るくなってきました。しばらくすると2回目の機内食が提供されました。冊子では塩そばと記載されてましたが、ペンネみたいな料理ですね。一緒にサラダとパンナコッタも提供されました。味はどれも美味しかったです。サラダもこんな感じです。2回目は量も少なめでちょうど良かったです。ヘルシンキの到着は午後3時頃なので、お昼としてちょうどいいかもしれませんね。しばらくすると、フィンランドの土地が見えてきました。空港に近いですが、森林と湖が多く、北欧らしさを感じますね。北極周りを平面のフライトマップで見ると、すごい見え方になっていました。それではもうすぐ着陸です。無事ヘルシンキ、バンター空港に到着です。飛行機を降りてから入国審査までは10分ほど歩いたので結構遠かったです。標識があるので迷うことなく向かうことができました。フィンランドはヨーロッパのシェンゲン協定に加盟しています。シェンゲン協定加盟国の観光目的渡航は90日以内の滞在とパスポートの残存期間が3ヶ月以上必要です。詳細は各国のホームページで確認してみてください。また2026年にはエキアスが導入予定のため、事前にビザ申請が必要になるので注意してください。入国審査では、帰りの航空券や滞在場所、日数などの確認を行いました。入国審査が終わりました。日や時間によるみたいですが、入国審査はかなり待つ場合があります。特に昼間到着する便は混み合うことが多いので、フィンランド到着後の予定は余裕を持っていた方がいいと思います。今回私は妻と両親と別々に向かったのですが、私が45分ほど、両親は2時間近く、妻は20分ほど待ったそうです。かなり差があるので注意してください。無事、荷物を受け取り外に出ました。ちなみに、出口すぐにあるキオスクというコンビニで SIM カードが購入可能です。5日間無制限で約5ユーロとかなりお得です。日本で契約するどの通信よりも安いので、現地で差し替えるのがおすすめです。こういった観光情報はヘルシンキ観光の動画でお伝えしたいと思います。それでは今回の JAL プレミアムエコノミーで向かうヘルシンキ、いかがだったでしょうか。快適な機材のおかげで疲れなく長距離フライトを楽しむことができました。今後別の動画でラップランド地方にある稲荷でのオーロラ鑑賞、ヘルシンキ観光、ヘルシンキバンター空港、空港併設のヒルトンをご紹介したいと思います。
よかったらそちらの動画も確認してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。